電車が時間通りに来ること普通ですよね。コンビニのトイレが綺麗なこと普通ですよね。ところが韓国から来た僕にとってそれは普通ではなかったです。人生の考え方まで変わるほど特別でした。なぜ僕は日本に住むほど日本への感謝が増えていったのか。僕は韓国で19年、日本で9年暮らし、日韓両方の社会を見てきました。今日は日本に住んで本当に感謝しているところ5つ、これを綺麗事抜きで話します。考え方、一人の時間、趣味、インフラ、そして人生のチャンス。この5つでした。まず一つ目はですね、違っていいと教えてくれた考え方です。韓国で育った僕はずっと正解を探していました。いい大学、いい会社、結婚、いい家、子供とかですね。人生には模範解答があって、そこから外れると、なぜいい大学に行かないの？なんでお金のことを気にしないの？と聞かれる空気が確かにありました。これはこれでいいと思っていますし、それがなくてはいけなかった環境もあったと思います。韓国はそういった競争で強くなった国ですから。でも日本に来て驚きました。会社員もいれば農家もいる。平日は工場で働き、週末は地下アイドルを追う50代もいる。秋葉原でフィギュアを抱える大人も、山奥で黙々と器を焼く職人も普通に共存している。もちろん日本にも同調圧力というのはあると思います。空気を読むという言葉あるじゃないですか。でも僕が学んだのは、どんな状況でも空気を読めではなくて、迷惑をかけないなら OK という考え方だと思いました。正義、正解は一つではなくて、立場が変われば見え方も変わる。自分の人生は自分で決めていい。日本で僕は初めて違っていいというのを頭ではなく生活で覚えました。二つ目はですね、一人で生きる時間が孤独でなく自由になったということです。日本に来て衝撃だったのが、一人行動の充実度です。一人焼肉、一人居酒屋、一人カラオケ、一人旅、さらにソロキャンプとか、もう一人のフルコースですよね。韓国でも一人文化は最近急激に広がっているところではあります。ただ僕が日本で感じたのは、一人でいる人を周囲がほとんど気にしないということでした。電車に乗ればみんな静かでスマホを見る、本を読む人とか眠る人とか音楽を聴く人とか、それぞれが透明な個室で入ったように自分の世界を守っているように感じます。僕もコンビニでおにぎりと唐揚げを買い、夜の河川敷で食べたこともあります。風の音とか遠くを走る車の光とか、少し冷えたお茶とか、誰にも急がされず、誰にも評価されない、その30分が妙に幸せでした。休日に12時間、24時間、48時間、家から出なくてもいい、予定がなくてもいい、誰かと一緒に出なくてもいい、勉強頑張らなくてもいい、ぼっちという言葉があると思うんですね。でも日本にはさらにその一人の時間を楽しむためのお店とか商品とかサービス文化もありますよね。孤独を消すのではなく、孤独を自由に変える仕組みがある。これは僕にとって大きな救いでした。三つ目はですね、大人が趣味に本気になれるということです。日本では好きというのが人生の柱になり得ると思います。これ本当に面白かったですね。カメラだけで専門店が成立する。中古レンズが何百本も並び、写真展が開かれ、休日には60代のカメラマンが朝5時から山に出る。バイクならツーリングロードがあり、道の駅があり、ライダー同士の文化もあります。野球なら高校野球、大学野球、社会人野球、プロ野球、草野球まで何層にも世界が広がっています。鉄道、ボケ、登山、温泉、お城、刀、文房具、喫茶店とか、どんな細かい趣味でも探せば店があり、雑誌があり、仲間がいるというふうに感じるんですね。秋葉原、中の神保町もただの街ではないと思います。好きなものを好きなままでいていいと、街全体が許可を出している場所だと思います。50代がガンプラを作り、60代が青春18切符、これ買えるかなで、旅行するような感覚でいて、70代が毎週野球場へ行っても、とはならない。もう楽しんでください。的な感じですよね。仕事だけが人生ではない。家族だけが人生ではない。好きなものに時間とお金を使うことは恥ではない。日本で僕は何が好きか、その人の履歴書より面白いことを知りました。四つ目はですね、当たり前に見えるインフラが実
実は当たり前ではないということです。日本で生活していると便利さが空気のようにあります。でも外国人の僕はですね、土地土地立ち止まって思うんですよ。これかなり面白いことだぞと。新幹線は数分単位で動く。地方にも高速道路が伸びる。道の駅は全国に1000カ所以上あり、トイレ、食事、地元野菜とか観光情報まで揃う。地方都市にも立派な野球場があり、照明がつき、芝が整い、子供たちが試合をしている。蛇口をひねれば、多くの地域でそのまま飲めるような水が出る。夜間でもコンビニが光ってる。ATM ある。荷物下ろせる。翌日には宅急便が届く。駅や商業施設のトイレは床が乾き、紙があり、便座が暖かいんですよ。これ面白いんですね。日本は地震とか台風とか大雨とか多いじゃないですか。それでも道路を直して電気を戻して鉄道を動かしてるんですね。その復旧の裏には夜の中でもヘルメットをかぶって動く人がいますね。便利さはこういった魔法ではなくて、毎日点検する人、掃除する人、運ぶ人、直す人がいるから成立するんだというふうに思います。だから僕が日本に来て感謝しているのは、こういった設備だけではなくてですね、その当たり前を黙って守ってくれる人たちですね。5つ目はですね、日本は僕にとって人生のチャンスの場所でもあったということです。外国人として暮らすとですね、不利なこと、不便なことももちろんありますし、差別っていうのも、たまにあるんですが、YouTube のコメント出してはないんですけど、本当にいろんなコメントが来るんですよ。とか、言葉とかビザとか就職とか文化の壁とか、賃貸では外国人ということだけでも問い合わせ段階で断られるんですよ。もちろん、その NG する理由はよくわかっています。でも、僕はどうですかね、この10年近く真面目に税金を払って、そういった罰金とかもなくて、犯罪とかもないんですけれども、僕にとってはもうその段階で NG だったんですね。一方でですよ。その裏側には、日本では韓国人だからこそとか、外国人だからこそ開いた扉っていうのも僕にとっては多くありました。このように YouTube っていうのも、日本人が気づかない、日本のこういうところ面白いんですよってことを説明できたりとか、韓国から来たので、韓国のことちょっと分かってますよ的なことで、韓国のことを紹介したりとか、そして日本語、韓国、さらに英語までできれば届けられる市場っていうのは一気に広がりますよね。だからもう日韓比較っていうのも、ただ違いを並べるだけではなくてですね、もう歴史、教育、住宅、食事、会社、文化まで、もうこうやってほぐったりすると、いろんなコンテンツが僕には見えてくるわけなんですね。例えば日本人には普通の商店街、定食や銭湯、地方の野球場とか、これ外国人の目からしたら面白いことですし、それを言葉にしてくれると、これ見てくれる皆さんもいたりして、だから僕日本に来て外国人だから、不利っていうのはもちろんあったんですけれども、外国人だから見えるものもありましたし、僕の場合はその外国人だからできたことの方が多かったんだというふうに思うんですね。そしてこの後僕は仕事で、YouTube 離れることになるんですけども、そういった仕事の中でもですね、韓国人だからできる仕事もあると思うんですよね。例えば、その会社で、外国人を雇う、韓国人を雇う時だったりとか、会社で海外事業をしてて、韓国の人と、日本の人をつなぐようなことをやるときに、その両国の言葉とその裏の文脈、文化まで知ってる人材っていうのは、日本では珍しいんだと思うんですね。このようなことあったりとか、日本で出会った人たちが僕を韓国人という肩書きだけでは見ずに、一人の研究者とか、一人の友人とか、一人の発信者とかとして見てくれて、そういった人と人として向き合ってくれる、そういったところに感謝、そしてそういったことから得れた学びっていうのがあって、その積み重ねが今の僕を作ってるんですね。だから日本は僕に研究とか仕事、発信、出会いをくれたっていうところで、人生の選択肢が増えている。それの点でも日本に感謝をしています。今日僕伝えたかったのはですね、もう日本はもう完璧な国で、もう全部のことが感謝なんですというよりかは、韓国にも日本の方の一部にはね、韓国で学べる、例えば速さとか情熱とか近さとかあると思うんですね。別に韓国で学ぶことあれば日本でも学ぶことはあるでしょう。で、今日は僕日本で学んだこと、感謝していることを説明しました。
もしかするとですね、今日この話、もうなんか昔の話なのでは、もう最近変わってるのでは、そこまで感謝すべきことなのかって思う人もいるかもしれないんですね。もちろん問題も、なんか不安も、僕にとってはたまにあったりなかったりするんですけれども、それでも毎日生きながら、毎朝時間通り来る電車とか、静かな図書館とか、夜の中に光るコンビニとか、趣味に夢中な大人たちを、生きながら見るたびに僕は思うんですね。日本に来てたくさんのことを学んだですと。この国で受け取ったものを今度は僕が言葉として返したいんですね。もう本当にありがとうございます。勉強になりましたっていうのが僕が日本に来て、日本人とか日本社会に返したい言葉としてあります。だから僕はこういった受けた親切を忘れずに周りの人とか社会へ還元していきたいと思います。以上、パックンでした。アンニョン。